こんにちは、ともです。前回はオレンジと白の組み合わせがナミもしくはイム様を表していると考察しました。今回は赤と白の組み合わせの考察と色の組み合わせからもわかるナミとイム様の双子説、ビビがさらわれた理由についてお話しします。まずは赤と白の組み合わせの考察ですが、はっきり言ってしまうと僕が初代のイム様のイメージ動物だと考えている鶏の色です。ウサギだとか鳥はよく言われているけど、イム様のイメージ動物多すぎじゃないと言われそうですよね。全然そんなことはありません。第940話の扉絵を見てください。干支の十二支に加えてパンダと猫の飴細工をバルトロメオが売っています。僕はこの14種は全部イム様とその周りのヒントだと思っています。バリバリのバリアの両端にいるのがネズミとパンダですよね。僕の動画を見てくれている方にはなんとなく伝わると思いますが、このバリアがネズミとパンダが支配している世界を表していそうです。というわけで鶏についてちょっと考察しましょう。百獣海賊団真打ちのフォートリックスは鶏のギフターズです。フォートリックスは顔に4と書かれています。干支の4番目はウサギであり、ウサギはイム様のイメージ動物であるというのが一般的ですよね。注目はフォートリックスの顔がお尻から出ているということです。お尻、つまりケツです。これは物語のケツ、つまり終盤に初代のイム様が登場するというヒントだと思います。同じくイム様のイメージが強いパンダのギフターズもお尻から顔が出ています。以前の動画でもお話ししましたが、僕は初代のイム様が最後の出演者を表す大鳥であり、閉じ込められているイム様を解放することで世界に夜明けが来ると考えています。自分で言うのもなんですが、この考察めちゃくちゃ面白いのでぜひ見てほしいです。この動画内で話しているのでかなり省略してお話ししますが、僕は初代のイム様はミンク族だと考察しており、昔のミンク族の住居が巨大なパイナップルであったことから、初代のイム様はパイナップルの漢字頬なしに含まれる大鳥だと考えました。そしてイム様と表裏一体であろうキャラのイメージから、シャーロット家39女の包丁を持つ少女アナナを特定し、語呂合わせもミンクとなる39話の扉絵に注目したところ、包丁とフォークを持つ鶏が描かれており、扉絵連載のタイトルがバギーと大鳥でした。鶏が大鳥です。そこからいくつか大鳥を紹介しました。そしてワンピースにとって重要なキーワード夜明けが含まれる254話のタイトルが夜明け曲と書いてオーバードでした。バードを日本語にするとオーバードは大鳥になりますよね。この254話では雷を操ることから初代のイム様とリンクしていると考えているエネルが初登場します。エネルが初登場する回のタイトルに夜明けが含まれており、エネル登場後に朝を迎えます。鶏には朝を告げるイメージがありますし、エネル登場後になぜかメリーゴーがフライングモデル鶏から元の形態羊に戻っていました。これも意味深ですよね。他にも初代のイム様の鶏要素はあります。説明が長くなるので根拠となる考察は先ほどの動画を見てほしいのですが、842話のナマズがイム様を表しており、赤足のゼフとリンクしていると考えました。赤足のゼフがクック海賊団であった頃の海賊旗のシンボルを見てみましょう。39話の大鳥と同じようにナイフとフォークと鳥です。ゼフが着ているシャツは赤と白のストライプでしたし、好物が激辛チキンウィングであることから鶏のイメージでしょう。クック海賊団のクックには鶏の鳴き声クックドゥドゥのニュアンスも込めているのだと思います。次が今回最後の鶏要素です。前回の動画でクリマタクトは初代のイム様の力を表していると考察しましたが、アラバスタ編でトルネードテンポを使った時にクリマタクトから2匹の白い鳩が出てきました。2羽の鳥なので鶏ですよね。またサイクロンテンポやトルネードテンポと鶏から連想できる重要なキャラがいます。金獅子海賊団の大頭であるシキです。理由はまたいずれ動画にするかもしれませんが、3人でダンスをしながら登場した金獅子のシキ、クイーン、フランキーは初代のイム様を表すヒントキャラだと考えています。今回はシキですが、シキの頭に刺さっているソーダ、まるでトサカですよね。シキは自分の唯一の弱点であるサイクロンの発生を予測できる能力を持つナミをさらいました。僕は金獅子のシキがナミをさらった理由とビビがさらわれた理由とが同じなのではないかと考えています。その理由とは、現在のイム様が本来受け継ぐはずだった能力をナミが持っており、ビビは持っていると勘違いされたということです。ナミは前兆のない数だと言われているグランドラインのサイクロンを予測したり、局地的な天候の変化を信じられない精度で予測することができます。ナミの初登場のシーンでは直前までいい天気だったのに小舟があるところにスコールが吹くことを予測し、バギーの部下を罠にかけています。
ナミは理論だけで天候を予測しているんじゃなく、体で天候を感じ取っているみたいとビビは驚いていました。初めからの設定なのですんなり受け入れてしまっていますが、ナミのこの能力は普通では考えられませんよね。この天候を感じ取る能力こそが現在のイム様が受け継ぐはずだった能力だと思います。なぜその能力をナミが持っているのか。それはナミと現在のイム様が双子だからです。絶対的な力を持つ神が子供に力を分けて与えるというのは漫画の世界では昔からよく使われている設定です。ワンピースと同時期に連載をしていたナルトも同じような設定でしたよね。僕の動画を初めて見る方にはナミとイム様が双子というのが信じられないと思うので、これまでにしてきた双子の考察を簡単に説明します。まずはナミの初登場回の扉絵に注目します。第8話ナミ登場ではパンダ柄の鳥が左右に1対6に分かれていることがイム様を表しており、ナミとの関わりがあることを匂わせています。第263話の扉絵では中央の木を境目としてナミと猫が同じヘッドホンをつけて同じような座り方で首を逆方向に傾けています。これは左右で鏡合わせにキャラクターとイメージが描かれているという構図です。そう考えるとナミの後ろにいる白い鳥と対になるのは誰も座っていない椅子イコール空の玉座なので、後ろの鳥はイム様を表しています。さらにタイトルも鏡合わせになっており、変な騎士は元空島の神なので神イコールイム様と変換するとナミとイム様イコールホトリとコトリとなり、扉絵全体でイム様とナミは姉妹だということを表しています。そして第313話デイビーバックファイトでフォクシー海賊団からナミはピーナッツと何度もヤジを飛ばされます。このピーナッツ戦法というネーミングについて SBS ではなんか腰抜けみたいな意味で使ってみました。ノリでと深い意味はないという答えをしていましたが、その質問を取り上げたことが注目してほしいヒントなのだと考えます。ピーナッツで思い浮かぶのはザ・ピーナッツという昭和時代の双子の女性歌手です。大人気の歌手だったので当時は双子を見かけるとピーナッツだねというほどピーナッツイコール双子のイメージが定着していたそうです。つまりナミに対するピーナッツというヤジは双子という意味で、ナミが本当は双子であるということを示しているのではないでしょうか。そう考えてワンピースに登場する女性の双子およびそっくりな2人について考えていきます。シフォンとローラ、クイナとタシギ、キウイとモズがいます。2人のうち1人は飛べる自由があるイメージ、もう1人は飛べない自由がないイメージになっています。これは自由があるナミと自由がないイム様との関係になっています。ナミとイム様が双子というイメージが少しは伝わったと思います。第54話では SBS でも触れられていますが、パティの包丁に北斗の剣と刻まれています。北斗の剣のストーリーではイム様と同じポジションにいる天帝は双子で生まれ、命を狙われた妹が赤子の時に逃がされて孤児になるという設定でした。僕はこの設定がナミとイム様にも使われているのではないかと考えています。こちらの動画で詳しく考察しているのでぜひ見てほしいです。次にナミとイム様に力が分かれたことをイム様とヒントキャラの描かれ方で説明していきたいと思います。イム様の顔って右半分をメインに描かれていますよね。1060話では初めて左目が描かれたように思われましたが、なぜか2つの目は別枠に描かれています。これはイム様には分かれた半身、双子の兄弟がいるということを表していると思います。このように左右の顔を区別しているイム様のヒントキャラの色に注目すると、僕が考えるイム様のイメージカラーと同じ配色になっていることが分かります。右側イコール現在のイム様イコール水色、左側イコールナミイコールオレンジです。では見ていきましょう。1人目キャベンディッシュ。キャベンディッシュと白馬の2つの人格が同時に現れた時だけ目がイム様と同じ蛇の目に変わり、顔が左右で分かれ、右側の顔の目が水色、左側の顔の目はオレンジ色に変わっています。2人目稲妻。顔だけでなく服装まで左右に分かれている稲妻ですが、注目はサングラスです。右目側が水色、左側がオレンジ色のレンズという配色です。3人目バスカビル。バスカビルがイム様のヒントキャラだという考察を見たことがないので、色の考察と一緒にバスカビルの考察もついでにやります。バスカビルは裁判所で裁判長という一番高い地位にいます。扉絵連載ゲダツのうっかり正解暮らしは不老を作ったゲダツイコールイム様の話ではないかと言われています。この話の中でゲダツは正解の番長になろうとして番頭になっていました。正解の番長イコール正解の裁判長とすると、バスカビルはイム様を表していることになります。バスカビルは正面から見ると3つの顔があり、右側の顔が見えているのは水色の羽のついたバス、左側の顔が見えているのはオレンジの羽がついたカビル、
中央の顔は赤い羽をつけたアンドです。左右2人の名前バスとカビルを合わせるとバスカビルになるので、2人で1つを表しており、中央は赤色なので初代のイム様を表していそうです。そう考えるとバスカビルが3人で行っているコントのようなやり取りが意味深に見えてきます。左のバス、右のカビルの順に喋り、最後に真ん中のアンドがボケるというパターンなのですが、アンドはそして中央におるこのわしこそがお姫様ですと言っていることから、以前に考察したムーンプリンセスを表していそうです。他にも、そしてこの中央にいるこのわしこそが中央フリーウェイと言っています。僕はこのボケは初代のイム様の名前を表していると考えています。中央フリーウェイは松任谷由実さんの曲にありますので、初代のイム様の名前はユミなのではないかと。ただこれだけの理由で名前を特定してしまうのは少し強引な気もしますが、もしもユミだとするなら面白いつながりができるので紹介します。僕は以前にナミの本名はアミなのではないかと推測しました。アミとユミといえばパフィーの2人ですよね。デビュー曲のアジアの純真の歌詞には僕がイム様を表していると考えているパンダも出てきます。僕は知らなかったのですが、パフィーには3人目のメンバーであるエミがいるそうです。キャンパンさんという方から DM で教えていただきました。キャンパンさんは僕がイム様の名前はユミだと思うと言ったら、ああわかると即答してくるような凄まじい方です。話を戻しますが、もう一人がエミだとするとそこにも面白いつながりが出てきます。ザ・ピーナッツの2人の芸名が伊藤エミと伊藤ユミなんですよね。しかもこの2人の本名は日が出ると書いて秀代と月子です。偶然だとは思いますが、小田先生ならここまで意識していてもおかしくない気がしています。脱線しまくりましたが、ここまでで言いたかったことは、ナミと現在のイム様の2人が揃わないと初代のイム様の力にはならないということです。僕は以前から現在のイム様は操られており、裏で世界の実権を握っている者がいると考察しています。完全に想像になりますが、その支配者が現在のイム様ではウラヌスとしては不完全であると気がついたのではないでしょうか。真の力を発揮するには赤子の時に殺し損ねた双子の妹の力も必要だと考えたのだと思います。僕はビビの顔が初代のイム様と瓜二つなのではないかと考えているため、双子の妹だと勘違いされさらわれたという可能性もあると思っています。これが僕が期待してしまっているビビがさらわれた理由なのですが、もう一つ考えるなら、一人ぼっちの現在のイム様が母親に似ているビビをさらったということではないかと思います。ヒントは扉絵連載ジンベエの海峡一人旅と歌のミュージックビデオ世界の続きです。ジンベエの海峡一人旅では親とはぐれたウミネコが登場します。先ほどナマズがイム様を表していると話しましたが、ナマズは英語でキャットフィッシュなので、ウミネコもイム様を表しています。ここからもイム様が母親に会いたがっているという推測ができますし、アラバスタではウミネコが神聖な生き物とされていることから、ネフェルタリ家とイム様には何か関係がありそうです。2つ目のヒントは世界の続きです。ミュージックビデオに一人ぼっちの白い髪の少女が出てきます。少女の部屋の窓には牢屋を連想させるような格子がついています。風の行方のミュージックビデオに歌の髪の色である赤と白の髪を持つ2人の少女が出てくることから、この2人がナミと現在のイム様を表していると以前に考察しました。世界の続きには白い髪の少女が母親を恋しがる描写があります。そしてこの手をつなぎたい描写はロビンの幼少期の物語ともリンクします。イム様が寂しさを埋めるためにビビをさらった。僕はそう思います。今回はかなり長くなってしまいましたが、最後にちょっとした一致を紹介して終わりたいと思います。前回の動画で熱気と冷気で天候を操るという考察をしましたよね。ナミを熱気だとするとイム様は冷気ということになります。色のイメージで言うと赤っぽい色が熱気、青っぽい色が冷気です。イム様という称号は冷気側が受け継ぎました。これをトムズワーカーズに当てはめてみましょう。トムは語呂合わせで16になるためイム様を表します。フランキーの本名はフラムですが、炎のフランス語はフラムと言っているように聞こえます。フランキーとアイスバーグで会社を継いだのはアイス、つまり冷気の方です。次はベルメールさんのみかん畑に当てはめてみます。ベルを語呂合わせすると16となります。みかん畑を継いだのは青っぽい髪の方のノジコです。3つともイム様の後を継いだのは冷気、青になっています。そうなると気になるのが、イム様を表す仏の戦国から海軍元帥を受け継いだのが青生地ではなく赤犬だということです。根拠と言えないレベルの一致ですが、ここだけ違うのがちょっと気になりますよね。もしかすると本当はあの決闘で青生地が勝っていたのかもしれません。ではなぜ九山は海軍を抜け黒ひげ海賊団に入ったのか。そんな目線を持ちつつ今後の展開を見ていくのも面白いと思います。
今回の考察は以上です。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンをポチッとお願いします。